にちは、神戸元町のパティスリーアキトの田中明人と申します、よろしくお願いします。本日はですね、うちの、お店のスペシャリテでもあるミルクジャム、この作り方とこのミルクジャムを使った焼き菓子とかをちょっと紹介しようと思います。よろしくお願いします。で、今日やるミルクジャムなんですけども、塩味、塩バターですね、お店でも出してる、こんな感じなんですけども、塩バターのミルクジャムです。ミルクジャムっていうのは牛乳と、生クリーム、砂糖、練乳、これをこう2時間ぐらい煮詰めて作るんですけども、そこに塩とバターを入れて、ちょっとコクを足したミルクジャム、このままパンに塗って食べても美味しいんですけど、これをですね、ご家庭でも作れるようにということで、作り方を説明したいと思います。まず材料なんですけども、牛乳、それから、生クリームで、練乳ですね、加糖練乳で、グラニュー糖、基本はこの4種類です。でここに、今回はバターと塩加えて、作ります。でまずこれ全部、鍋に入れていくんですけども、牛乳です。で牛乳はですね、どんな牛乳でもそんなに、出来上がりに変わりはないです。生クリーム、今回使ってるのは 42% の生クリームなんですけども、40% 以上ある方がいいのかなと。加糖練乳も入れます。グラニュー糖です。これも最初から全部入れます。塩ですね。バター以外の材料を全部鍋に入れまして、で、火にかけて煮詰めていきます。火加減なんですけども、まずは沸騰させるので、強火というか、で火にかけていきます。お店ではですね、今日の配合の10倍の量で作ってます。ミルクジャムはですね、量が多ければ多いほど煮詰まる時間がかかります。普段その10倍の量で作ってる時っていうのは、約2時間ぐらい、煮詰めて作ってます。2時間かけることで色がですね、今こう真っ白なんですけども、これが、茶色になります。2時間かけるとこういった色になります。でこれがもう10倍の量で作った分なんですけども、今回は、これの10分の1の量なので、煮詰まる時間2時間もかからないです。実際はもう15分か20分ぐらいで煮詰まっていきます。ということは時間が短いので、ここまで色が入らない。どっちかというともうもうちょっと白っぽい状態に仕上がります。まず沸騰ですね。で鍋の大きさなんですけど、あまり鍋が小さいとですね、すぐに吹きこぼれちゃうので、だいたい全部入れた量の半分までになるように、鍋の大きさが少し大きめの鍋でこんな感じで、一回沸騰します。で沸騰してこんな感じでちょっとこうグツグツグツといってる、今まで中火ぐらいで軽く混ぜながら煮詰めていきます。まだサラサラの状態です。煮詰めていけばいくほど硬くなるので
その硬さは最終的には、お好みで調整してもらって、作ってもらうんですけども、パンに塗ったりっていうことを考えると、ある程度ペースト状にした方がいいので、あまり煮詰めすぎないようにだけ注意です。ちょっと少しベージュっぽく若干ですけど変わってきてます。最初の泡も最初はもっと大きい泡が出てたのがちょっと細かい泡にだんだんなっていってます。ほんの少しですけどとろみがついてるような感じ。今日 IH なんですけど、別にガスでも IH でもそんなに変わらないですけども、ガスだとやっぱり分かりやすいというか見やすいというか、火加減で調整できるんで、僕はガスでやってるんですけども、微妙な火加減なんかはやっぱりガスの方がいいのかなと。だんだんと、とろみがついてくるということ、ある程度水分が飛んでる状態になってます。ってなるとやっぱり、鍋にこびりつきやすくなっていくので、焦がさないように鍋底全体を混ぜるようにしてください。とろみがついてきて、色も少しベージュっぽくなってます。もう少しですね。本当にとろみがついてから火を止めると、冷めてからもっと硬くなっちゃうので、手前で火を止めて冷めてからいい状態に持っていくようにします。なのであんまりここでつけすぎないようにします。ちょっとここで一回火を止めます。ちょっととろうとして鍋にこびりつきそうになったので今火を止めました。でもまだこの状態は色はもう結構変わってきてるんですけど、あともう少しやっぱり煮詰めないととろみがついてくれる。底が平べったい鍋はやっぱり焦げやすいですね。お店では丸い銅鍋を使って、混ぜてるのでそんなに焦げないんですけども、万が一焦げたらこうしてもらって、使ってもらったらと思います。少しさっきよりも若干とろみがついてきたの分かるでしょうか。今すごく細かい泡が立ってるんですけど、この辺がちょっと目安になります。最後結構その泡がバーッと立って、それが落ち着く頃がちょうどいい感じになります。さっきバーッと泡立ったのがだんだんと少し落ち着いた感じになってきます。はい、いい感じです。泡がだんだんとなくなっていくんですね。こうなってきてね、まだこの状態ではまだサラサラのように思うんですけど、これぐらいまでくると冷めたらちょっととろみがついてます。
はい、分かりますでしょうか。これぐらいのちょっと火を止めます。少し、はい、火を止めました。混ぜます。まだこの状態では火止めたら全然大丈夫なのっていう感じなんですけど、冷めたらとろみがペースト状になります。焦げやすいのでですね、もし焦げてしまったらこして、もう一回混ぜてもらってっていう感じにしてください。で火を止めてバターをここで入れます。もう硬い状態で全然大丈夫です。でバターを溶かします。でバター入れてからですね、もう一回沸騰、ある程度、もうここでかなり水分が飛んでる状態だったら、もうこれ以上やるともうガチガチになっちゃうんで、少し手前で、止めてるので、バター入れてからもう一回沸騰させます。でちょっと最終的な、硬さを調整するという感じです。ちょっとここで硬さを調整します。手前で火を止めて確認して、手前でバターも入れて、でもう一度調整するっていうような感じです。チョコレートとか他の材料を入れる時もこのバターのタイミングで、入れてください。で、要は手前で混ぜて最後にもう一回火を入れて調整するっていう形です。はい、出来上がりです。ちょっとまとまった感じ、ちょっととろっとしてるぐらいで、まだでも熱々なのでサラサラです。これをですね、そのまま何かに使う時なんかは、タッパーとか、ボウルとかで入れて、使ってもらっていいと思いますし、例えば瓶に詰めて、日持ちをさせたい時なんかは、まず瓶をですね、汚れてたらきれいに洗って、殺菌をします。オーブンで、スチームが出るオーブンだったらスチームを使って、20分から25分ぐらい、ひっくり返した状態で網の上にのして、殺菌します。スチームがなければ、90度ぐらいの設定のオーブンに入れて、同じようにひっくり返して、殺菌します。でその乾いた、殺菌して、もう水分がついてない状態にしてこのジャムを入れていきます。はい、こんな感じでちょっと移しながら、少し低いめぐらいですね。できるだけいっぱいにならない少し低めぐらいまで入れまして、この蓋をですね、きっちりと水平に締めないとちょっと斜めになったり、若干斜めになったり
するだけでそこから空気が入って殺菌の意味がなくなるので、まずこの水平に入ったかどうか確認して、で水平と確認したらギュッと締めます。でこの状態でですね、さっきの瓶を殺菌したと同じ、オーブンに入れて、もう一度このまんま網の上に乗せて殺菌します。だいたい25分ぐらい、20分から25分ぐらい、で封を開けなければ、常温で8ヶ月ぐらいは持ちます。封開けてからは冷蔵庫で、保存して、なるべく早めに、お召し上がりくださいっていうようなものです。日持ちする要因として糖度ですね。結構このミルクジャムは、糖度が高いです。だいたい普通のフルーツジャムで、日持ちするフルーツジャムで55度から60度ぐらいの糖度なんですけども、これはですね、だいたい69から70ぐらいあります。かなり糖度高いです。糖度が高ければある程度日持ちがするっていうところもあるので、しっかりとそういうふうに殺菌できれば、日持ちがします。これを使って、次は、焼き菓子と、チーズケーキを作りたいと思います。